楽器を見てみたら弦長長かったんですよね。えギターが難しいのはこのせいなのかと思ってね、その時からちょっとこうその弦長ノイローゼになって、でその何かいい楽器のショートスケールが。こんにちは、ギターの上谷です。今日はほぼ1年ぶりになるんですけども、ギタリストの長谷川さんにまた、いらしていただいたので、今二重奏を収録した後なんですけども、その二重奏についてとかちょっと前回とは違うギターを持ってきていただいたので、そんな楽器の紹介なんかをしていただこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、前回は、はいマリンの新旧マリンみたいな感じだったんですよね。そうですね、はい。私が普段使っているいわゆるブーシェモデルのマリンと、1970年代の長谷川さんのマリンと、デビューってことだったんですけど、今回は少し趣向を変えようということで、今回私が普段使ってる楽器ですね。でちょっとそれが二重奏も見ていただけるといいかと思うんですけど、楽器としては超有名なハウザーなんですけども、少し変わっているので、そこら辺は長谷川さんご自身から、お話ししていただければと思います。ちょっと早速、今回収録で、聴いていただいたのはこんな楽器です。これ、ハウザー3世の1991年、今もハウザー3世は制作されているので、大体80年代ぐらいからですよね、ハウザーはね。そうですね。なのでこう軌道に乗ったぐらいの頃ですかね。でね、ちょっとこれ面白いのは、ショートスケールなんですよ。ショートスケールっていうのは、今、標準スケールって言われてるのはだいたい650ミリ、そうですよね、65センチの、弦長が、標準と言われてるんですが、でも最近640とかも普通になってきましたよね。そうですね。でその中で、その650ミリよりも、短いものを、ショートスケール、弦長の短いモデルって呼ぶんですけれども、私のこれはね625ミリ。62.5 センチの弦長を持っています。弦長はこうやってブーンって鳴らした時に弦が震えるところですから、この白いところの内側からこっちの白いところの内側まで、これが、弦長補正のない1弦のところで測ったりするんですけど、それで、62.5 なので、かなり小型なモデルになります。パッと見にこうね、画面で見た時にそうですね、うわ小さいって思わないかもしれないけど、子供用のギターっていうほどではないですけど、そうですよね。ただ実際特に最近割と小型なモデルショートスケールっていうギターは見ますけど、630ぐらいまでが多いような気がしますね。だからそれより下は結構ね、特注で頼まないと出てこないよね。そうですよね、あんまり見たことなくて、なので、それを今日はね持ってきてくださるということなので、どんな感じかなと思って、で私の最初のパッと見た感想は意外と小さくないっていう。そうですよね。だからこう構えて見てるの、構えた状態を見てもらっても、なんかすごい小さいギター使ってるなって、19世紀ギターみたいなね、ああいうのとはちょっと違くて、普通だけど、比べてみると言われてみればちょっと小さいかという感じなんですが、ただ手にとっては、指にとっては2センチ5ミリ小さい、25ミリ短いっていうのはかなり違いますからね。そうですね。やっぱり届かないものが届くようになったりとか、あるいはこういうところは詰まって上のポジションは詰まって感じたり、いろいろありますけれど、逆に指が太い人はね、ここが感覚が狭くなっちゃって、ハイポジション引きにくいっていう、こういうところが指が詰まっちゃうっていうね、っていう人もいますよね。そんな感じの、楽器です。スペック的には標準、ハウザー3世の標準的なもので、表板がスプルースで、裏板が、ブラジリアンローズ、ハカランダって言われるやつですね。でネックもこう V 型で、これこんな黄色いのつけちゃってるけど、ネックもこう V ジョイントでくっついてるし、糸巻きはライシェルがついてるんで、そういう意味では標準的な楽器ですけれども、この625ミリっ
とあとねこのシェイプもちょっと変わったシェイプなんですよ。いわゆるハウザーのギターってセゴビアモデルっていうのが、割とその主になってて、もちろんそのブリームモデルとかドリームモデル、あとリョベートモデルとかいろいろあるんだけど、まあ大まかに形なんですが、このギターはねちょっと丸っこくて、ここのくびれが大きくて、そのシェイプはちょっと変わってますね。だからその専用の何かシェイプがあるんだと思います。まあそれはショートスケールだからっていう、そうなんでしょうね。まあ、シェイプからショートにしたのか、ショートだからこのシェイプにしたのか、その辺は私自身が手に入れた時も私はこれ91年の楽器なんですけれども、手に入れたのは2008年頃なので、まあ、どういう背景があってこれができたのかは、よく分かるんですね。そうですね。確かにできてからだいぶ経ってますもんね。15年ぐらいは経ってるところで手に入れてるから、その背景はよく分かんないんですけどね。ただハウザー3世に直接会って聞く機会があったんですけれども、その時にはこのタイプの楽器は3台作ったってその時言ってましたね。まあでもたった3台ってことですよね。まあそうだよね。あれだけ作っててね。で少ないですよね。横裏が、メイプルのものと、これはハカランダですけど、ローズのものとメイプルのものと合計3台を作ったって言ってましたね。ああここにあったかみたいな、そんな雰囲気でした。あ、そうですか。じゃあたまたま日本にあったけど、他の日本はどこにあるんでしょうね。誰か持ってたらぜひコメント欄にとか珍しいですよね。そもそもなんか海外っていうかヨーロッパの楽器はそもそもショートスケール少ないイメージあるんですけど、そうですよね。しかも最近はちょっと増えましたけど、90年代とかだと、あんまりショートスケールはそもそもあんまり630とか40でもあんまり見なかった。やっぱりイメージ的にもドイツ人ってやっぱり大きいじゃないですか。確かに。でも19世紀ギターって630とかね、特にジャーマンの19世紀ギターっていうのはもっと短いものが多いんですよ。610ミリとか620ミリとかっていうものがあったりするので、ちょっとそういう影響もあるのかもしれないですね。このシェイプなんかも含めてね。だからあんまりその作ることに関してはそんなに抵抗がなかったかもしれないなという。まあそうですね。制作家の人って結構そういう古いギターも研究してたりしますからね。そうですよね。身近に、特にヨーロッパの人は身近にそういう楽器があると、ギターっていうものに対する固定観念がちょっと違うのかもしれないですよね。特にハウザーなんかはウィンナーモデルっていう、19世紀タイプの、楽器を作ったりするので、ちょっとそのシェイプも影響があるかもしれないですね。このくびれの大きな丸いボディと短い弦長っていうのは。なんかそういうのお持ちでしたよね。そういうのも弾きますけどね。それは確か私長谷川さんのチャンネルの動画で見ました。あります。ちょっとそういうのに影響があるのかなという気もします。そうかもしれないですね。なんとなしに私は80年代90年代ぐらいにヨーロッパにいて、で一番自分もね一生懸命ギター勉強してた頃なので、なんかその頃のイメージってギターどんどん大きくなるみたいなイメージがありました。なのでその頃にこんなちっちゃいの作ってたんだっていうのはちょっと、日本ならまだわかるんですけどね、ドイツハウザーでこんな小さいモデルがあるっていうのはちょっとびっくりしましたけどね。これでもね結構ね、ハウザーを探してたわけじゃないんですけど、ショートスケールをね名の通ったメーカーのショートスケールがないかと思ってずっと探してて、たまたまそのショップにあったんですよね。それまでは65センチのも使ってましたけど、最初の頃って弦長が違うっていうのがね、私知らなかったんですよ。長谷川さんでもそんな時期があったんですね。そうみんな同じだと思ってたんですよね、ギターなんて。それはちょっといいこと聞いた。長谷川さんでもそういう時代があるっていうことで。本当にね、ほらそれこそピアノとかは子供が弾いても大人が弾いても鍵盤同じじゃないですか。そうですね、確かに。あんなようなイメージで、全く考えてなかったですね。でそうしたらある時に弦長が違うっていう話を聞いて、で自分の楽器を見てみたら弦長長かったんですよね。ギターが難しいのはこのせいなのかと思ってね、その時からちょっとその弦長ノイローゼになって、でその何かいい楽器のショートスケールがあって、でその時に
ほら小原聖子先生いるじゃないですか、小原聖子先生って、あの方はすごく特別なんだけど、超名機のショートスケールを作ってもらってお持ちなんですよね、アグアドとか、ブーシェとか、あと、ベラスケスなんかもショートがあるっていう話で、そんなのが世の中にあるんだと思って、ああいうようなのがなんかないかなと思ってね、探してた時期があって、その時にたまたまこれが見当たって。で購入に至ったんですけどね。見つかってよかったですね。そういう出会いですからね。ハウザーって限定してたわけじゃないにしても、ハウザーだったら世界に3本しかないわけですからね。そうですよね。初めてこのブランドを手にしたんで、その時はなんかそういうドイツの高級車に乗るみたいなイメージがありましたけどね、こんなの持っていいのかなみたいな感じはありましたね。ハウザーはねそれぐらいのなんていうかね、名前がねステータスみたいなね、ありますよね。引いてみると小型のこともあってすごくフレンドリーな感じです。大きなその 650mm のどっしりした楽器とちょっと違ってね。そうですね、確かに、ハウザーは私はねハウザーを持ってたこともないですし、そんなちゃんと弾いたことはないので、人の弾いてるのを聞いたイメージですけど、どっしりした、がっちりとかね、がっちりした感じですよね。今日20奏して聴いてた感じではちょっとそういう感じではないかな、軽やかですよね。そうですね。でね、どうやらねそのハウザーはこういうショートスケールのモデルはソロモデルっていう、風に分類してたみたいですね。つまりスタンダードの、モデルと、弦長の長いものは、コンサートモデル、660mm とかあったりするんですけど、に対してスタンダード、そして弦長の短いものはソロモデルっていうふうに書いてあったりします。ここちょっと、後でこれね、お見せしたらいいと思います。これ、黒沢楽器が、出してたそのハウザーに注文するための、受注使用書みたいなんですけど、このところにねソロモデルってありますよね。630mm ソロモデル。630はソロモデルっていう位置づけだったんですね。そうですね。645mm がリョベートモデル、650mm がセゴビアモデルでスタンダード、そして、それより大きい655とか660は660までねあるコンサートモデル、でソロっていうのは、僕らだってソロ弾くじゃないですか。でもそれは、独奏っていう意味合いよりも、もうちょっと小さな会場で弾くとか、サロンみたいなね、そういうことでしょうね。コンサートモデルが、大きな会場、立派なところで、スタンダードはもちろんそのスタンダードなんだけど、その小さい楽器はソロモデルっていうのはこういう小さな部屋で弾くとか、ちょっとこじんまりした、あるいはもっと近いところに聴衆がいるような会場で演奏するっていうようなイメージ、そういうイメージがソロっていうことなんでしょうかね。ネーミングのことかもしれないですけどね。なのでも91年だったんですね。そう91年。いやたまたま今日私が使ったギターもね前回とは違うんですけど、あれも91年生なんですよ。そうでしたか。なので同い年なんだ。そうかそうか。でこれハウザーさんとね会ってこんな写真があるんですよ。これもじゃあ後でこんな。これ、真ん中私で、こっち男性がハウザー3世、こっちの女性は、カトリン・ハウザーって言ってハウザー3世の娘さん、お嬢さんで、お嬢さんの方もギター今作ってるんですよね。でこれは黒沢でそのハウザーさんが来てで、ハウザーギターを見てくれるっていうイベントだったんですね。見てって言って持ってってでミーハーですからそれでハウザーの採用いただきましたっていうこういう私の宝ですけど。2012年。そう2012年のことでしたね。で、その時にこの楽器は3台作ったよって言っていました。であとはよくちゃんと使ってるねみたいな感じでありましたけどね。楽しんで使ってくれたまえみたいな感じでしたけどそうですか。で最初の頃はでもね手に入れた時はやっぱり鳴らなかったんですよね。鳴らなかったけど少し弾くとちょっとなんていうか鳴りそうになるっていうのか、動きがあるっていうのが、感じられて、これはきっと弾いていくといい音がするんじゃないかと思って手に入れて、91年に作られて買われるまでに17年
っていうことですよね。そうですね。でまあその間どういうふうにね使われてたかはわからないですけど、あまりもしかして弾かれてなかったりするとこう開いてなかったのかもしれないですよね。で特にねこの、塗装はニトロセルロースっていう、ラッカー塗装ってよく言われるやつなんですけど、これも安定するまでにすごく時間がかかるみたいで、そうなんですね。それこそ数十年っていう単位で、時間かかるそうです。セラクニスが割と早く乾いて、実際のそのセラクニスの音になるのに対して、これはまだもう今でもそう4、50年かかったりもするって言いますよね、ものによってはね。なのでその間は音が変わり続けて、そこで固定していくっていうようなことらしいです。あとは何も弾かなければやっぱりそのテンションもかからないし振動もないので、そこからそうですよね、やっぱり楽器は弾かなきゃっていうことですよね。弾いていくことによって、さっき上谷さんがおっしゃっていたように開いてくるっていうかね、柔らかくなるようになってくるっていう。でも綺麗ですよね。僕はねあんまりジャカジャカやってもあんまり引っかかないタイプなんで本当にこれをもし中古で見たら前の人弾いてなかったんじゃないかって思うぐらい弾き跡がつかない、少ないですかね。爪じゃないですね。それもあるけど、あとやっぱり塗装のそのニトロセルロースラッカーの特徴なんですよね。塗膜が強いっていうのはね。そうなんですね。セラクニスはやっぱりどんどん削れていくっていうか減っていく、拭いただけでもどんどん減っていくし、擦れたところも減っていくし、あと胸なんか当たれば、汗とか熱とかでもそれを後々塗装でまた重ね塗りをしてくれるっていう、で重ね塗りする時に、アルコールで溶かしているからすごく密着性が良くて、重ねられると、それがいいところなんですけど、このニトロセルロースっていうのはやっぱなんか表面がなかなか硬くなっちゃうので、その重ね塗りは難しいみたいですね。その代わりもともと傷つきにくいっていうことなんですよね。でも安定にも時間がかかると。そうらしいですよ。そういう話を聞いたことがあります。やっぱり塗装はねかなりギターっていうか楽器にとっては大事な要素だとは思いますけど、そうです。音作りの一つですよね。そうですね。だけどやっぱりそれだけいろいろ違いが分かりやすい違いもあるってことですね。傷つきにくいとかね、そういうことも、それにしてももちろんここら辺とかほら黒いでしょ、ちゃんと。そこはねある程度はそうなりますよね。あと胸のあたりとかもねやっぱりどうしても減っちゃいますね、こういうところね擦れていくんでね。でも綺麗な木目も出てるし、ねはからんだらしいっていう感じですね。もう20章の演奏は今終わったところなので、まずちょっとね曲について今日ね、演目を決めてくださったのは長谷川さんなんで、ちょっとね曲についてまず軽く紹介していただきましょう。カルリー弾きましたね。カルリーは、作品34、これは2番が例のそうですね、前回マリンで弾きました。もうカルリーで一番有名と言われてるタンタンタカタカタンタンタカタ、あれが2番なんですが、今日はそれの5番を演奏しました。私は初めて弾きました。あれは対話風に進められている曲集で、どれもラルゴ、ゆっくりした楽章とロンド楽章でできている全6曲の作品なんですけど、その第5番です。それは、ヘ長調フラット1個珍しいですよね、ギターとしてはね。そうですね。あまり多くはないですね。イントロっていうか、その助走の部分は、2番とそっくりでしたよね。ヘ長調になっただけみたいなねちょっといじったぐらいのね。で、ロンドの方は、やっぱ構成はそっくりですけどね。でもなんかちょっとちょっと面白い趣のある曲ですよね。カランコロンカランコロンってなるね、スラーの感じがね、私は割と好きな曲で。っていうかね、作品34ってね、結構6曲どれもいい曲なんですよ。なのでね、一応長谷川さんと私としては全曲制覇したいなとやらせていただければ。今日はだからじゃあ2番と5番まで来ましたから、あと4曲はやりたいですね。そうですね。
まあなんでしょうね、なかなか可愛らしい曲でしたね。でやっぱりこの入れ替わりながら蝶々発してやる、楽しさが今回の曲にもあるし、ただやっぱりその2番と構成がそっくりっていうところを見ると、今日はその全曲演奏会ですみたいなことよりもこうやって遊びに来たりして。でそうですね、あれ多分ああいう似たような曲ばっかり6つも聴かされたらいくら昔の人でもそうですよね、ちょっと飽きるっていうね、そうなっちゃいますよね。だから多分そういうことじゃなくて、じゃあ今日はあれ行きましょう、今日はこっちにしましょうみたいな、今度ナンバーやろうね、またねみたいなねかなっていう風に楽しまれていたかなっていう、あるいは前後の曲に合わせて調整で選んでいたとか、そうですね、コンサート的に合わせるにしてもね、フラット系だからじゃあF にしようかとか、なんかそういうことを考えてたかなっていう気はしますよね。そうですね。なんていうか彩りの違いはありますけど、基本的にはよく似ているっていう感じですよね。しかもこう親しみやすいメロディーを持ってて、でもそこがやっぱりカルリらしいというか。でピアニッシモとフォルテッシモが急に出てきたりとかね、ああいうところがイタリア人的なサービス精神っていうか、人を楽しませるっていうところがね。そうですね。それにね、当時のね人気そうですよね、ギタリストですからね。そういう部分がこう垣間見えるなと。あんまり惹かれることのない2番以外はあんまり惹かれることのないし、5番なんて本当にYouTube で検索してもなかなか出てこないぐらいのね、そうですね、演奏ですけれども、でも弾いてみたら楽しかったです。ぜひ皆さんも弾いていただけたらそうですね、ぜひそこまで難しくもないので、そうですね、弾きやすいですよね。なので20奏楽しいですし、ぜひチャレンジしてみてください。あともう一曲はね、ソルでした。ソルさすがですよね。ソルは作品55の3つの行の第1番です。これは割とよく弾かれることが多いかなと思いますけれども、やっぱりこう落ち着きのある、なんか上品ですよね。上品でね、いい曲ですよね。カロリー的なサービス精神っていうのとはちょっと趣が違いますね。そうですね。ウキウキしてこうなんかあっち行ったりこっち行ったりっていうことよりも落ち着いてこう楽しむ感じがあってね。でも最初のアンダンテでしたっけ、ゆっくりの楽章なんかもすごくこう伸びやかな旋律を持ってて、旋律がすごく魅力的だなと思いますね。でもあれは私がセカンドをやりましたけど、なんていうか伴奏もね、ただの伴奏っていう感じじゃないですよね。いろいろ手が込んでてね、そこがやっぱりさすがソルっていう感じで、だから伴奏してても楽しいっていうかね。そうですね。でメロディーそのものはあんまり高いポジションも使わないし、あと開放弦いっぱい使うんでね。だからものすごく難しい曲ではないと思うんですけど、ソルの20奏の中でも、でも逆にだからこそこうちょっと余裕持って楽しめるみたいな。そうですね。感じ。これは今までね YouTube では多分一度も使ってない、今回は初めてかな。そうなんですか。でもハウザーはどうですか、弾きやすいですか？私は割とお前ギター変えたかって言うんですよ。はい。さすがだね。でちょっと貸してみろみたいな感じになって。